りょうでございます。今回は出羽三山シリーズ第2弾をお届けします。出羽三山とは羽黒山、月山、湯殿山の総称で、生きながらにして生まれ変わると伝わる霊山です。今ではどこから巡ってもご利益を得られると言われていますが、その昔はまず羽黒山で現世のご利益を祈願し、次にご先祖様の御霊が宿るとされる月山で死後の世界を体験、最後に聖地湯殿山で新しい命を授かるというのが正規ルートであったようです。ですのでこのチャンネルでもそのルートでご紹介していこうと思います。前回は月山北東部の秘湯肘折温泉をご紹介しましたが、今回はいよいよ三山巡りの前編、まずは羽黒山をご紹介いたします。羽黒山は鶴岡市街から東へおよそ15キロ、鶴岡駅からバスに乗れば40分ほどでアクセスできます。広々とした庄内平野では稲刈りの季節が近づき、黄金色のつや姫が風に揺れています。はい、そして現れたのは高さ20メートル幅15メートルの羽黒山大鳥居。東北随一のスケールを誇る巨大な鳥居です。爽やかなドライブを楽しみながら、いよいよ随神門へと向かいます。はい、見えてきました。近くには無料の駐車場がたくさんあるので安心です。こちらの宿坊では精進料理を振る舞っていただけるようです。なんだか山伏のご一行が宿泊していそうですね。トイレはきつい坂を登った山の中腹にある茶屋で休憩するか、山頂まで行かないとないので、駐車場近くの出羽文化記念館もしくは随神門前ポケットパークで済ませてから参拝することをお勧めします。御朱印は五重塔と出羽三山神社の2カ所にあり、五重塔は随神門手前の授与所でいただくのでご注意ください。それでは参拝しましょう。まずは随神門を通って菅の滝、そして五重塔を目指します。この随神門は俗世と神域を分け、悪霊から神域を守る結界の役割を果たしています。ここをくぐるといよいよ神域です。なるほど、門の外側と内側ではまるで世界が違います。最初の石段を下るとたくさんのお社が現れました。それぞれ役割の違う神様が祀られているようです。美しい朱塗りの神橋を渡ると菅の滝があります。この滝は江戸時代、遠く月山から水路を引いて作られたようです。滝の前に鎮座する不動明王、ここが修験道の場所であることを物語っています。こちらは樹齢1000年を超えるジジ杉、近くにはババ杉もあったようですが、暴風で倒れてしまったようです。そして羽黒山のシンボル五重塔です。初代五重塔は平安中期、平将門が創建したと伝わっています。現存する塔は室町時代に建てられ、度重なる修復を重ね、現在まで大切に守られてきました。昨年は改修工事で足場がかけられていたようですが、今は見事な前景を拝観できます。釘を一切使わない日本が誇る木組みの代表建築五重塔、まさに荘厳古塔です。厳しい雪国の環境下で数百年の時を刻んでいます。美しい滝や見事な五重塔の余韻に浸っていましたが、ここからが地獄の始まりでした。江戸時代に敷設されたこの石段はなんと2446段。しかも山の中腹まで続く1の坂と2の坂はかなり勾配がきつく、そこをクリアしてもまだ半分という絶望感まで味わうことができちゃいます。ようやく一休みできそうな切り株と石を見つけました。この杉並木と石段は2009年ミシュラングリーンガイドジャポンで三つ星、つまりわざわざ旅行する価値があると評価された名所。確かに熊野古道を思わせる神秘的な霊場、樹齢数百年の巨木が延々と続くこのスケールは日本屈指の景勝地と言えますね。
随神門からめちゃめちゃゆっくり登ること約50分、地獄の坂を登りきった先に見えてきたのは神々しきかき氷ののれん。お餅やコーヒー、かき氷など一休みにちょうどいいメニューですね。気持ちのいい風が吹き抜ける茶屋です。そしてこの絶景、眼下には庄内平野が広がっています。いやー、生き返りました。それでは金剛杖を購入して再開です。残り半分頑張りましょう。最後の難所、三の坂までは比較的緩やかな道が続きます。そしてこの三の坂を登りきれば到着です。道中にたまにお社などがあるので助かります。もし何もない坂道だったら果てしなく続く地獄坂ですね。圧巻の巨木を縫うように続く石段。羽黒山再観、ちょっと入ってみましょう。歴史を感じる門構えですね。この建物では宿泊はもちろん精進料理を振る舞っていただけるようです。この玄関はなんと桃山時代に作られたものだそうです。そして再観を過ぎると赤い建造物が見えてきました。二の坂茶屋を出発して約30分、ついに登りきりました。この鳥居をくぐると出羽三山神社です。こちらは厳島神社、そしてその奥に羽黒山を開山された八甲王子を祀る八甲神社があります。それではまず羽黒山三神合祭殿を参拝しましょう。立派な龍神様の柱。この池は年間を通してほとんど水位が変わらない神秘の池、みたらし池。ここには羽黒権現が養合されるとされ、池の中からは平安時代からの銅鏡が多数発見されたことから鏡池とも呼ばれています。そしてこの本殿には羽黒山、月山、湯殿山すべての神様が祀られています。はい、冬の間山に行けない方とかのために道をお祭りしているということなので、つまり三山すべてを参拝しなくても三山巡りのご利益を得られるすごい神社なんです。それにしても広い境内です。本殿の隣には三宗殿があり、さまざまな行事が行われるようです。そしてその奥に祖霊を鎮魂する場所、霊祭殿があります。とても神聖な場所であり、内部をお見せすることはできませんが、ここに来たらぜひお立ち寄りいただき、ご先祖様の御霊をご供養されることをお勧めします。ここ羽黒山はありとあらゆる神様が祀られているスーパーパワースポットですね。こちらはなんと東照大権現を祀る東照社、そしてその先にも7つの神様が鎮座していました。現世のご利益を祈願する場所だけあって、もうここに来れば健康安全、商売繁盛など全てを祈願できてしまいますね。さらにかの松尾芭蕉も奥の細道で出羽三山を巡っています。ここではみたらし池に眠っていた銅鏡など貴重な宝物を展示しているようです。そして有料にはなりますが、出羽三山神社はお車でも山頂へ来ることができます。体力に自信のない方やお体の不自由な方にとってはとてもありがたいですね。往復料金は普通自動車が400円、自動二輪車が200円となっております。鶴岡駅からのバスもここまで来てくれます。はい、今回は出羽三山シリーズ第2弾として羽黒山をご紹介しました。
ミシュラングリーンガイドジャポンで三つ星を獲得した杉並木はまさに神が宿る山そのもの。2446段の石段は修験の心境を追体験できる道のりで、その途中に現れる国宝五重塔や神秘の滝は苦行を忘れさせるほどの美しさでした。そして山頂の境内ではまるで全ての神々が集うかのような荘厳な空気に包まれ、何とも言えない神聖な力を感じます。さらに羽黒山を参拝すれば月山神社と湯殿山神社も合わせてお参りできるというのも大きな魅力ですね。大自然と信仰が織りなす神秘の聖地羽黒山、皆さんもぜひ一度そのパワーを体感してみてはいかがでしょうか。